こんにちは、ホテチゲです。よろしくお願いします。ホテチゲって誰？写真になじませ歴8年目のプロです。お任せあれ。ということで、皆さんと一緒に楽しく学んでいこうと思います。ラブライブサンシャイン、ファインドワ沼津、アクアのいる風景という本を出しています。写真になじませることを極めてきましたので、写真にキャラが存在しているように見える技術はピカイチです。こちらは保証します。今回の講座のゴールはこちらです。どんな写真でもなじませられるようになること。写真に描いたキャラがなぜか浮いてしまう。どうすれば馴染むのかやり方がそもそもわからない。このようなよくあるつまずきポイントを解消して写真になじませるための基礎をお伝えします。この講座でいう写真になじませるとは、描いたキャラクターが写真に溶け込んで実際に生きているように見えることを指します。貼ってある写真だと左が NG 例、右が OK 例になります。右の女の子の方がよく溶け込んでいるように見えると思います。今回最低限のなじませテクニックを取得していただき、新たな引き出しとして自由に使いこなしていってほしいなと思います。写真の色になれようということで、今回は写真特有の色味について学んでいきましょう。これだけ覚えてねっていうポイントを3つ紹介します。なじませる時の色の選び方についてポイントを3つにまとめました。1、彩度を確認する。こちらの彩度というのは色の鮮やかさについてです。彩度が高いものを鮮やかな状態、彩度が低いものをくすんだ状態と表現したりします。2、真っ黒、真っ白を避ける。こちらについては具体的なことをこの後の元データを開いて詳しく解説します。3、影色、影の形を確認する。こちらも詳しく後で解説するんですけれども、色選びの基本はこの3つになります。今回はこちら、色当てゲームをしていきます。色当てゲームとはという説明していきますね。まずスポイトのツールを用意します。そして写真の色に何色が使われているのか、色を吸い取る前に想像して選んでみる。で、自分の中で予想を立ててから写真の色を吸い取ります。自分が想像した色と実際の写真の色がどのくらいギャップがあるのかを確認してもらいます。これが色当てゲームです。それでは早速データを開いてやってみましょう。こちらデータを開きました。3つぐらい色当てゲームしましょう。いきますよ、早速。まず、後ろの水色の空ありますよね。どんな色が使われてるか、先にこのカラーピッカーで探してみてください。青空と同じ色がどんな色かなって。濃い青というより水色ですもんね。このあたりにしましょう。じゃあこれでスポイトで撮っていきましょう。これ撮るときカラーピッカー見ててくださいね。せーの。思ったより色はくすんでますね。っていう感じで、自分が選択した色よりどれくらい差がありましたか？思ったよりくすんでたって思った人が多分多いんじゃないかなと思います。こんな感じで、あともう2問いきますね。じゃあ次。石の色味を吸い取ってみましょうか。この辺とか、この辺。この光が当たってる石の上のハイライトの方とかを吸い取ってみましょうか。だいたいこの写真上で見たらこんな感じ。私はここを選びました。じゃあ吸い取ってみましょう。どうかな。これはあんまり差がなかったかも。写真ってね、だいたい左上らへんですねっていう感じでチェックしました。最後は橋の色にしましょう。じゃあこの板の部分の色想像しましょう。茶色っぽく見えますけど、鮮やかな茶色じゃないですよね。だから若干鮮やかな薄オレンジみたいな色選びました。じゃあスポイトで吸い取ってみましょう。割ともっと灰色でしたね。じゃあこの写真に使われてる橋の色って茶色く見えるけど割と彩度低めなんだなっていうことが分かりましたね。といった感じでもう1個応用で、じゃあもう2問問題出します。この写真の中で一番暗い色どこですか？一番暗い色の色味を想像してカラーピッカ先に当てときましょう。私的にはこの画面上でわかる一番暗い色はここかなーって感じで色を想像していきますね。ちょっと拡大して、じゃあこの黒いところポイントで吸ってきます。今この影の溝の部分をスポイトで吸い取って確認します。今こうずらして確認してるんですけど、ちょっと右のカラーピッカー見ていただきたいんですけど、どうですか？これ一番下に振り切ってないですよね。もしかしてこの写真って一番暗い色この層なんだな。ここより下の暗い色を選ぶと
キャラって浮くんじゃないかっていうことがちょっと分かってきませんか？じゃあ、もう一個。この写真の中で一番明るい色、どこでしょう？パッと見て分かる一番明るいとこ、この端の手すりの部分ですね。何色を使ってるでしょうね。若干黄色いかな。私は黄色寄りにしようかな。じゃあ、スポイト吸っていきましょう。せーの。めちゃくちゃ明るいと思った部分、上に振り切れてませんね。この写真で見る一番明るい色はこのくらい。真っ白ってないんだってなりません？ということで、色当てゲームこの辺で終わりましょう。これで何がわかるのっていう話だと思うんですけど、今のがめちゃくちゃ大事です。写真の色を見て想像して選択していきましたよね。どのくらいの差がありましたか？あれ、空の色思ったより彩度低かった。ここ思ったより色暗かったなとか、皆さんいろいろ気づきがあったと思うんですよね。この気づきがとても大事なんです。写真の色って思ったより〇〇なんだっていう気づきがですね、そのままキャラクターの色選択をするときに生きてきます。写真に馴染むキャラクターの色選択というのは、写真の色からヒントを得て色を選ぶことです。8年目写真を馴染ませやってる私でもですね、自分の想像で選んだ色を置くと浮くんですよ。そういう時に写真の中にある似たような色味をチェックするのにスポイトで吸い取ります。自分の中に色の認識のギャップがあるっていう風に確認していくと、最初から自分の想像で色を選んでキャラクターを塗るよりも、より馴染ませられる色を選べるようになります。それでは、モノクロレイヤーを上に置いた時に、これどうですか？左の NG 例の女の子めちゃくちゃ浮いてませんか？ OK 例だけ入れると、パッと見写真に溶け込んだ色合いしてますよね。NG 例の子は遠くで見ても結構悪目立ちしちゃってるコントラストになってます。一通りキャラクター塗り終わって馴染んでるのかなこれわかんないっていう時に、このモノクロレイヤーを上に置けば、キャラクターがどれだけ写真に溶け込んでるのかっていうのが結構簡単にわかりますね。なんで、このモノクロレイヤーもおすすめです。じゃあここでですね、NG 例の女の子、何が原因で浮いてしまってるのか。この講座の最初にお話しした色の選び方3つ。このポイントから振り返っていきましょう。まず丸1。彩度を確認。この女の子、スカートめちゃくちゃ彩度高くないですか？これ吸い取ってみると、蛍光緑に近いぐらい明るいですね。この写真の中の緑色って結構落ち着いた色味ですよね。吸い取ってみると、このカラーピッカーの真ん中の方、このあたりの色味で構成されてます。なので、キャラクターにどぎつい緑を使うっていうのはそこだけ悪目立ちしちゃうんですよね。それでは、丸2。真っ黒、真っ白を避ける。これは先ほど話した内容になるんですけど、写真って、大体の写真はこの真っ黒と真っ白あんまり使われてないです。なぜかっていうと、真っ白を使った写真って白飛びして見えたりするんですよね。私、真っ黒を使ってると黒く沈んだ写真に見える。こちらの2点は避けた方が無難かなという話ですね。この靴とか真っ黒ですよね。そして靴の白、これ真っ白です。マフラーの部分も真っ白です。次、丸3、影色、影の形を確認。写真の物に落ちる影を見てほしいんですけど、結構青くないですか？後ろの石にかかる落ち影、あとこの石のオブジェみたいなのの落ち影も青い。空の色に影響されて落ち影が青くなります。NG 例の女の子の落ち影、赤いですね。あと影の形です。OK 例の子は影が右に伸びてますね。これなんで右に伸びてるかというと、これも写真からヒントを得て描いてます。さっき見えた左にある手すりの影の方向こっちなのと、この出っ張りの影もこっちで、よーく見ると影の方向どっちに落ちてるかっていうのがわかりますね。っていうことで、このキャラクターに落ちる影も右の斜め下に伸ばした方が馴染みます。じゃあ実際に NG の女の子の色を直していきましょう。今の知識で結構馴染む色が作れるんじゃないかなと思います。頭からいきましょうか。この子の今の髪の色は無彩色側ですよね。この左のバーは。空が青色なので、空の色の影響を受けるということで、この黒に青を混ぜましょうね。このくらいにしよう。で、これで真っ黒は避けられましたね。
で、影の色がもうほぼ真っ黒なんですよ。一番下に振り切れた真っ黒とか使っちゃうと浮くので、上の方かつ髪の毛の下地よりも暗い方がいいので、このくらいにしようか。で、ハイライトもモノクロなので、ちょっと色味を足して、黄色とかが合うかな。太陽の光が当たってるところって若干黄色っぽくなるんですよね。じゃあ髪の毛はこれで完成。次はスカート直しましょうか。後ろの緑が落ち着いた緑なので、この辺、だいぶ馴染みましたね。このリボンも同じ緑にしてあげましょう。次、タイツの赤茶色ももう少し色くすませた方が馴染みそうなので、そうですね。このなんか石のオブジェのオレンジっぽい色とか、若干黄色っぽくしよう。これだと結構馴染んで見えるかな。次、真っ白な部分の色変えていきましょうか。で、この写真の中に赤ないから悪目立ちするってさっき言ったんですけど、赤使ってもいいんですよ。ただ、使うときは、この写真のトーンになるべく近い赤を選んだ方が馴染みます。例えば赤選ぶときもうちょっとサイド低くして、こっちの方がトーンとしては馴染みます。影の色も結構青みがかってるので、青の影がかかった色って、モノクロの方に寄らせるとそれっぽく見えるんですよ。こっちの方がなんか空気の層を含んだ感じの影色になりませんか？これも今赤い影が落ちてるので、これで若干モノクロの方に近づけて、カラーバーを水色の方にした方がいいですね。若干紫に寄りましたね。で、これどうやって影選んでるのってなるじゃないですか。例えば、この石の像の、ここ左が光が当たってる部分で右が影になってる部分です。これ一旦吸い取ってみますね。じゃあこれ光が当たってる部分がだいたいオレンジのこのあたりで、影色吸い取ってみると若干黄色寄りのさっきの下地の真下の色ですね。これ覚えておいてキャラクターにも応用すれば OK です。元のブレザーの色の影真下にしようっていうことで入れると自然ですね。こっちの方がこれとこんな感じです。スポイトで吸い取ってみて、光が当たってる場所と影の色がどれくらい差があるかっていうのを確認すると、同じようにキャラクターに応用すればちゃんと溶け込みます。パーカーも真っ白で、これは影色が赤なので水色に合わせましょう。だいたいこのくらいかな。で、あと白目も真っ白なんですよね、これ。実写の人の写真に写り込む人の歯とか白目の部分って全然暗くて、このくらいの色を使ってもいいのかな。モノクロに近い赤とかが混ざってると血の通った歯と目になるので、こんな感じにします。で、目も明るい黄緑なので描いときます。もうちょっと明るくてもいいかな。最後、この落ち影ですね。右下の方向に伸ばします。ちょっと潰してあげた方が馴染むかな。で、色を青に変更。という感じで、元の NG レイヤーとどれくらい変わったか見てみましょうか。これだいぶ溶け込んでません？これ馴染んだかどうか、もうちょっと具体的に確認したよっていう時は、このモノクロレイヤーを上に置きましょう。元の NG と編集した NG。もうだいぶ落ち着きましたね。これ上にモノクロレイヤー入れながら色味変えることできます。肌色ももうちょっと下げた方がいいかな。ってな感じで、こう最終的にほぼほぼ色塗り終えたなっていう時にモノクロレイヤー一番上に置いて、どれくらい馴染んでるかっていうチェックは私は仕事上では毎回やってます。そのぐらい大事なレイヤーです。ということで、だいぶ馴染みました。この後本制作ではより具体的に色についての理解を深めていきます。よりね、写真に馴染む線の描き方とか、レイヤーの重ね方だったりとか、細かい部分は実践編で学んでいきましょう。